こんばんは。はるけです。今回はフューチャースターチーム2ティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになってますので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。今回もですね、ハイスの選手、そして SBC 目標できた選手をティアリストにまとめてます。それでは早速紹介をしていきます。こちらがフューチャースターチーム2ですね、のティアリストになってます。まずは D ですね。D はですね、ルティシエ、そして目標で、来ましたビルヒャル・ムズドッティル、そしてネッツと、この3名になってます。まずはルティシエ、ですね。女子選手でセンターバックのね、選手になるんですけれども、この選手に関しては、やっぱ身長がちょっと低いなと、いう風に感じます。さすがに171センチかなは低すぎるなという風な、ところと、予測のプラスはね、すごくいいですし、守備の能力っていうのも高いんですけれども、わざわざこの人じゃなくてもいいかなっていう風なところですね。レイさんももうちょっと欲しいなという風には思いますし、いかんせん多分がっつり気になるところはフィジカルのところ、球際のところ勝てなかったりとか、グイッといけなかったりとかは、するので、そこのところがちょっと惜しかったなというふうに思います。個人的にもっとね、ペースが90とかいってたら、一応大体ポジション RB ついてるので、RB 起用でも良かったかなっていうふうには思います。ただペースもそこまでないっていう風な感じなんで、センターバックで使うしかない。ただフィジカルがあってな感じなんでね、ちょっと個人的には、わざわざケミを合わせてまで使うほどの、選手ではないなという風には感じますね。でそして続いて目標で、来ましたビルヒャル・ムズドッティルですね。ちょっと読み方がめちゃくちゃ難しい。過去作を見ても多分個人的に一番もしかすると難しい読み方の選手かもしれないですね。目標という風なことで、そこまで期待をせずですね、取るのがいいと思います。一応スピード面だったりとか、速い選手になるんですけれども、冷静さもうちょっと欲しいなという風なところですね。本当純粋なサイドアタッカーとして、見るのがいいんじゃないかと、思います。パス面もある程度は、出せますし、悪くはないんですけど、ただこの人も、わざわざね、この人でないといけないっていうわけでもないし、代わりは全然いる。もっと軽い選手、もっと速い選手っていうのは他にもいるという風なところで、かつそれにプラスしてもっとシュートも決めれるっていう選手が、今の環境下、いますので、ゼロコインで取るのは全然ありだと思うんですけれども、スタメン級という風なところまでは、全然いかないかなという風なところですね。でそして続いてはネッツですね。この選手に関してもイベントカードとしては若干物足りないかなという風な印象を受けますね。ペースに関しては89あって全然悪くは、ないですし、クロスもね、精度97もありますので、プレイスタイルこそないですけれども、いいのかなというふうには思います。ただフィジカルがちょっと弱かったりしますし、どうしてもドリブルに関しては、重くもなく軽くもなくという風な、感じでですね、微妙なちょっと選手になってしまいますね。あとは守備意識もね、もうちょっと84もうちょっとあってほしいなという風には思いますので、逆4とか割といいところはね、あるし、容赦なしもついてるので、普通にもうちょっと能力が高ければ結構強かった化けていたカードかなというふうには思いますね。そして続いては C ですね。C はですね、パチョ、そしてディアキテかな。この2名を入れました。まずはパチョですね。センターバックとしてペースが88あるっていうのは非常に素晴らしいと思います。で、フィジカルが強い、そんなセンターバックになってますね。ゴリッと取れるっていう風な選手になります。で、パス面に関してもショートパス時90あって、ロングパスも92あるのは素晴らしいなと思います。ここはまた逆足が4とかだったらより良かったなと、いう風に感じますね。個人的にインターセプトの数値だったりとかもうちょっと欲しかったですし、かつやっぱり冷静さだったりとか、積極性、とかっていうのはもっと欲しかったなというふうに思いますね。ブルーザのプラスついてはいるんですけど予測がなかったりとか、こういうのもね、ちょっと惜しい選手になるんですけれども、ペースでカバーできる範囲がまだ、あるというふうなことで、個人的には C というふうな評価にしてます。そして続いてはディアキテですね。
ディア来てもですね、全然悪くはないし、この人もね、プレイサルプラス2つ付きなんで、能力がもっと高かったらね、より良かったなっていうのは、思います。特にこの人も冷静さ80っていうのは少しね、寂しいところですし、積極性もね、81っていうのは、ちょっと残念な、ところにはなりますね。なんで割と全然まだ使えはするんですけど、逆足も読んだし、いいところはあるんだけど、もうちょっとプラス2、3されていたら良かったかなっていうのは思います。インターセプトもプラスついてますし、あとはクロスとか、ジョッキー、ブロックもね、ついてはいるので、普通にまだありで、あとはサイドバックとして両サイドバックできますので、使い勝手はね、いいだけに、個人的には、スタメン級、ギリ入らないかなっていう風なところですね。本当にディア来ても惜しかった選手に、なります。でそして続いては B ですね。B はですね、リコ・ルイス、そしてオリーセ、この2名を入れました。まずはリコ・ルイスですね。リコ・ルイスに関しては今作初特殊という風なことで結構待っていた選手かなと思います。強化カード待っていた方も多いんじゃないかと思いますね。44あって、軽いサイドバックになりますね。普通に強さがある選手で、パスがうまいっていうのも一つ特徴かなと思いますね。ただフィジカルがちょっと弱かったりとかはするので、守備の部分で若干不満に思う方はおられるかもしれないですね。それこそ守備のスタイルなんかね、ブロックとジョッキのプラスしかついていないんで、インターセプトとか、予測とかブルーザーは欲しかったかなというふうに思います。ただ攻撃的な、場面で活躍ができるし、ちょっとサイドバック気になるって方は、中盤、ボランチとか、でも全然いいんじゃないかなというふうに思いますね。個人的にはもっとシュートの、部分だったりとかが上がっていればですね、よりちょっと中盤として、活躍ができたかなというふうには思いますね。ただ十分スタメンには入っててもおかしくないというふうなところですね。そして続いてはオリーセ、ですね。オリーセに関してはスキルが5かな。で、逆足が4と。ここ非常に素晴らしいアップグレードかなと思いますし、プレイスタイルに関しても、2つついているというふうなことは、ちょっと他の選手は違った点かなと思います。値段はね、15、6万でね、結構安いので、割とコスパよく使えるかなというふうなところですね。ただフィジカルが結構弱いので、なかなかスキルで剥がせないと、ちょっと難しい選手にはなってしまいますね。で、ドリブルに関してはめちゃくちゃ軽いし、スピードもね、91あるんで、すごくいいなと思いつつ、冷静さ、リアクション、もうちょっとこの人欲しいなというふうに思います。パスもね、出せるんで、無理をせず、かつ、フィニッシャーの場面ではスキルを活かすっていう風な使い方がいいんじゃないかなと思いますね。トリベーラのプラスとパス面のね、プラスついてはいますし、今週もね、ある、テクニカルもあるんで、相手に脅威を与えれる、そんな存在になれる場面は、あるんですけれども、やっぱりフィジカル面で弱かったり、ちょっとうまさが必要な、そんな選手にはなるので、個人的には B という風なことにしました。そして続いては A ですね。A はですね、ザークツィ、そしてパラルエロ、ホイルンド、ニコ・ウィリアムズ、ムココ、SBC で来ました、ヘンプと、この6名を入れました。まずはザークツィですね。この選手結構値段は安いと思います。多分10万ないぐらいかなの選手になるんですけれども、クロスを上げる方にとってはもう非常に素晴らしい選手になってます。もうセリエ A のハーランドですね。本当に空中戦は強いですし、プレイサルプラス2つという風なところもですね、エアリアル、そしてパワーシュート、ついているという風なところ、特にエアリアルがですね、もう本当により空中戦の強さっていうのを引き出してくれますし、白でパワーヘッダーもついていると。身長190センチ超えていて、ジャンプもめちゃくちゃ高くって、ヘディング精度も高いんで、かなりいいです、この人に関しては。で、ペースも十分にあるし、決定力も高くって、レーサーも90まで上がりましたんで、かなりね、安くて強いという、そういう選手になってます。逆に空中戦を使わない方からすると、ちょっと、なんですかね、使い心地があんまりだなって思う方もね、おられるかもしれないんですけど、ただ地上戦も全然できるっていう風な選手になりますので、かなりおすすめ。本当にこの人を止めれないみたいな、そういうね、試合もね、おそらくあると、今後出てくると思いますので、めちゃくちゃ安くで強いなという風には思いますね。
でそして続いてはパラルエロですね。この選手44でそこから変わらなかったっていうのは少し残念ではあるんですけれども、スピードがあってドリブルがめっちゃ軽いというそんなサイドアタッカーになりますね。でプレースルプラス2つという風なこと、パワーヘッダーに関してはね、あんまり使わないかなという風なところではあるんですけれども、ラピッドのプラスが結構でかいなと思います。で、他クイックステップとか、今週とか、プレイサルの数自体はね、そこまで多くはないんですけれども、いいものを持っているという風な選手になりますね。普通に、速いし強いしっていう風な選手で追いつけないっていう風な場面が、多く作り出せる、そんなサイドアタッカーになりますので、サイド起用が多分一番、よくって、機会があればですね、チャンスがあればシュートも決めれるっていう風なそんな選手になりますので、普通に強いなという風なところですね。でそして続いてはホイルンドですね。ホイルンドに関しても44という風なことで、もともと33なんで、ここは上がったんですけど、どちらか5にねしてほしかったなという風な思いはありますね。ただプレイスタイルプラス2つ付きという風なこと、パワーシュートとトラップかなのプラスがついているという風なところですね。で、テクニカルついてるっていうのは結構大きいなと思います。身長が高くってね、どうしても若干重たさを感じる選手になりますので、そこでコントロールスプリントを使ってテクニカルでいくっていうのもいいと思います。で、さらにスピード系ですね。ラピッドとか、クイックステップもついてはいますし、今週もついているという風な選手になってますね。で、決定力高いです。85、レーサー85ですけど、全然決めきってはくれるし、スピードも速いし、でかくて速いなという風な選手、かつ、まだ持ちやすさっていうのが、ある選手になりますし、空中戦もね、強いんで、普通に強い。なかなかいい選手だなというふうに自分は思いますし、40万弱ぐらいの選手にはなりますけれども、結構おすすめな、選手にはなりますね。でそして続いてはニコ・ウィリアムズですね。この選手もね、すごく強いですね。結構パラルエロに似てるかなというふうなところで、サイドハーフ、ウイングの選手で、速くって、軽くっていう風な選手になるので、相手からすると結構驚異的な、そんな存在になれます。で、この人に関してはやっぱスキル逆足、もともとね、4-5っていうのがでかいので、パスが出せたりとかしますので、そこが本当に素晴らしいなというふうに思います。で、冷静さの部分も82、もうちょっと上げてほしかったなっていうのは思うんですけれども、まだ上がったというふうなところと、クイックステップのプラスがついてる、ラピッドもついているというふうな感じなんで、本当にサイドアタッカーとして優秀すぎるほどの選手になります。この人はダイナスティーズかな、自分使った時本当に使用感が良かったので、そこからプラス3上がりかなされたフューチャースターはもうとてつもない強化をされてるなというふうに思いますね。でそして続いてはムココですね。ムココはですね、逆足かなが5になっているというふうなところ素晴らしいなと思います。で、プレイサルプラス2つ付き、特にテクニカルのプラスでかいなと思います。もともと軽いのにそういう推進力をコントロールスプリントで出せるという風なところもいいと思います。で、また今週だったりとか、あとはクイックステップかなついているっていうのはいいなと思います。で、ロングシュート値がね、ちょっと低めなんで、遠目からのね、今週っていうのはちょっと入りにくい、そういう選手になってますね。裏抜けが得意で、保険としてちょっとフィジカル、そこまで大きい選手じゃないけれども、フィジカルを使って意外と耐えてくれるみたいな、そういう選手にもなりますので、個人的にはそういう風な部分でも結構強くなったな。この人もですね、金の時から大幅にアップグレードをされましたので、ドルトムントファンの方にとっては、すごくいいカードになるなという風には感じますし、超強化かな、ある程度されたかなという風には思います。でそして続いてはヘンプですね。SBC で来ました。ヘンプに関しては逆足が3から4に上がっているという風な選手になりますね。この人はもちろん速くて軽くてっていう風な選手になるんですけど、特にクロスを上げる方向けのサイドアタッカーかなと、思います。ぜひこの人使う方は、クロスを上げる必要は、絶対あるかなというふうに思いますね。ただやっぱりサンダーストラックと比べると冷静さがねプラス1しかされてないので、そこがちょっと SBC 選手として残念なところやったかなと思います。またねスキル4逆足4どちらか5、3から4に上がったのはね逆足いいんですけど、どちらか5は
欲しかったなと、いうふうに思います。ただやっぱり総じて冷静さっていうのはね、必要ですし、なかなか新イベントのね、カードで、能力もね、OVR90 超えてる選手の中で冷静さこれだけ低いっていうのは、なかなかないので、ちょっとそこはぜひ上げて欲しかったなというふうには思いますね。上げていたらまたちょっとかなり評価は違った、そんな選手にはなります。そして続いては S ですね。S はですね、ザイル・エメリ、そしてバチャ、コール・パーマーと、個人的にはこの3名が S ランクかなと思います。まずはザイル・エメリですね。スキルが5に、なりまして、もともと33だったんで、スキルがプラス2で逆足がプラス1と非常に大きくアップグレードされました。で、さらに能力的な部分でも OVR では90いって、ペースもね、90まで、行きまして、ドリブルの冷静さも90まで、上がりましたね。で、リアクションも、積極性もある程度あって、守備も、強いですね。守備能力もしっかりしながら、フィジカルも、高くって、パスもうまいし、シュート決定力はね、ちょっと低いんですけど、冷静さと、あとはシュート力っていうのがあるので、まだある程度決めれるという、そんな選手になってます。中盤の選手だったら、まだ全然これぐらいの決定力だったらありかなという風なところですね。若干ね、プレイスタイル面の不足感っていうのはね、どうしてもあるんですけれども、プレイスタイルプラス2つのテクニカルとシールドのプラスは結構でかいなという風には思います。個人的に守備のプレイスタイルだったりとか、シュート系だったりとかがついていたら、より良かったかな。本当に止めれない選手になっていたかなという風には思います。ただ、すごく、もう本当に超強化というか、めちゃくちゃ変わったなという風に思いますし、現環境のね、中盤の中でも、もうトップオブトップの、力っていうのがある選手になりますね。そして続いてはバチャですね。バチャに関しても強化を、されまして、もともとクロスのね、プラスはあったんですけれども、追加でね、ブロックのプラスがついたという風なところが素晴らしいなと思います。守備のところね、ブロックはでかいなと思いますし、予測もね、ついているっていうようなところもいいところだと思います。で、またテクニカルとかクイックステップとか、容赦なしついてるのはいいですし、能力に関してもペースがあって、守備能力もね、まだある程度、あって、ドリブルが軽くって、パスもうまいと。若干フィジカルは気にはなるんですけど、バッチャ今作金の時から、使ってるんですけど、そんなには気にはならないっていう風な選手になりますので、非常に、攻撃性能が高い、そして守備もある程度できるという、本当に今の現環境で言っても、トップオブトップのこの人も LB になれるかなと思います。女子選手の中で言っても TOTY にね、匹敵する力っていうのはまだ、若干手に入れたのかなというふうに思いますし、リヨンで、フランス人でというふうなことで、まだケミもね、合わせやすい。それこそディアニとか使ってる方は、もう簡単に合わせれると思いますので、結構使われる選手になるんじゃないかなと思いますね。で、そして続いてはパーマーですね。パーマに関してはスキル4逆足5、特に逆足がですね、プラス2上がりかな、されました。もともと3だったんで、スキルは変わらず逆足プラス2という感じになりました。個人的にはね、やっぱり5-4とかの方がより良かったかなというふうには思います。ただそれでもですね、400万以上かな、する選手になってますので、非常に需要が高く強い選手だなという風な印象を受けます。こういう人はね、やっぱキャム選手としてペースがまずね、94もあるっていうのが、素晴らしいです。普通に ST もね、任せれるくらいのスピードを持ちながらですね、パスもうまいし、ドリブルも軽い。身長はね、結構大きめなんですけど、まだ全然持てるという、そういう選手になってます。で、かつ決定力も高いし、普通にね、決めきる力っていうのがありますね。レースも86まで上がりましたんで、すごくいいなと思います。で、守備能力っていうのも76あって、フィジカルもね、強い選手で、スタミナもね、94かな。結構高い選手になってますんで、もうめちゃくちゃ強化されたなというふうに思います。それプラス、プレイサルプラスですね。2つ付き。今週のプラスとクイックステップのプラスがついてるんで、めちゃくちゃいいなと思います。で、特に今週のプラスですね、ロングシュート値とカーブ値っていうのが普通に高いんで、遠目からの今週っていうのも全然決まるなというふうには思います。さらに速さのクイックステップですね。なんでどちらもプラス、どっちもいいし、さらに他のプレイスタイルのテクニカルとかがついているのもいいなと、いうふうに思います。個人的にはかなり強い、アタッ
か、もしくは中盤の選手に、なりますので、非常におすすめな選手。値段もね、表している通りですね、すごく強い選手になるなというふうには思いますね。こちらがフューチャースターチーム2のティアリストになってます。少しも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいのとったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。